こんにちは、スパオです。今回はこれからの梅雨の時期に強くおすすめしたい無印でゲットできる梅雨対策グッズとジメジメした空気を吹き飛ばすフードの新商品をご紹介します。皆様、梅雨対策できていますか？湿気の強いこの時期の日本を少しでも快適に過ごすには事前の用意が重要です。そんな梅雨対策のヒントになる商品を集めたので、どうぞメモのご用意を。お買い物の参考になれば幸いです。ではどうぞ。まず最初が G 駆除スプレー隙間用。まずこれ買っとけと強く言いたい。この梅雨の時期、外は雨対策、室内はそう G 対策が必須です。無印のこの手の防虫系のもの、生活に馴染むパッケージなのがとにかくグッド。基本こういう G 系のスプレーってでっかく G って書いてあったり、売り場目立ちするように結構ドストレートな表現のもの多いじゃないですか。家に置いてあって目があったりするだけで正直いい気分にはならないですよね。それがどっこい無印のはそんな主張激しめのパッケージではないので、たとえ家で目があってもその手のストレスなく、寡黙な感じなのにいざという時に頼りになる、まるでルパン三世の五右衛門のような存在なんです。このスプレーは出たーって時に我を忘れて噴射する撃退用のスプレーではなく、出会う前にスプレーすることでお互い出会うことなく一生を終える用の事前噴射式のスプレーです。これ隙間とかにシュッてするだけで OK。 本当にこれだけで効くんかと思われるかもですが、これだけでめちゃめちゃ効きます。製造は天下のアース製薬様で、この事前噴射式や一度で長時間効く防虫スプレーの開発ではもうパイオニア的存在。虫対策では私が一番信頼しているメーカー様なので、効果のほどは愛用している私が身をもって保証します。 G は1日のうち約18時間は家中に影を潜めていると言われているので、出会う前のケアがめちゃめちゃ重要です。私も今のこの家で最初に出会った時、迎撃用のアイテムもなく、なんなら事前のケアも何もないような丸腰状態だったので、 G と相対しているその場で Amazon でグッズ買い占めました。そんなことにならないように、梅雨が本格的に始まる今の時期からやっておきましょう。1ヶ月間発生予防の効果があるので、早めの勝負が鍵です。それでもあんなに家中に噴射したのになんでよってな感じで、噴射を忘れたエリアや効果が切れた時などに遭遇してしまうこともおそらくあるでしょう。世の中は残酷です。そんな時のためにセットでこちらの G 駆除スプレーもできたら買っておきましょう。速効性のある成分とジェット噴射ができるスプレーなので、腰が引けた状態の多少の遠距離からでも撃退できます。この無印のは噴射した時の薬剤の香りがしないオレンジ性由来の自然な香りなので、迎撃した後の残り香による G のフラッシュバックもきっとないことでしょう。そしてさっきと同様、この五右衛門的な控えめなパッケージも家に置いておいてストレスないのはグッド。ただパッと見の色合いもパッケージも似通っているので、迎撃したい時にパニックになって隙間用の方をプシュッとか噴射しないようにしましょう。続いてが防水スプレー。さっきと同様、生活感が出ないこのデザインがいいんですよね。もちろんそれだけじゃないです。防水スプレーにはいくつか種類があって、撥水性が高いシリコン製かオールマイティに使えるフッ素系、それのハイブリッド的なものがあるんですが、無印のはフッ素がベース。フッ素系のメリットが布や革へのダメージが少なくてシミとかにもなりにくいので、お気に入りの靴や衣服など素材を選ばず使うことができるんです。で、防水スプレーって100均とかにもありますが、安いのって粒子が粗いものが多いらしくって、求める防水効果が得られないことが多々あるんですよね。なのでせっかく手間暇かけて防水処理するなら、ある程度お値段出した方が私はいいと思います。スプレーの広がり具合はこんな感じで、ある程度集中して噴射している感じもありますし、
かつ程よく広範囲に噴射することができます。で、これ靴屋のスタッフさんに聞いた意外でおすすめな使い方があるんですが、ズボンの裾に噴射すること。これ何気に超おすすめです。雨の日に何が嫌って靴が濡れるのはもう絶望的にうわーって感じなんですが、それと同じくらいズボンの裾が濡れるのって嫌じゃないですか。特に雨が強い日には地面からの跳ねっ返りが裾に染みて、もう足首周りはストレスマックス。特にデニムなどを履いている時に雨に打たれた時は地獄です。そんな時にズボンの裾に事前に防水スプレーを振っておくと結構違いますし、不快感を感じずに一日過ごすことができます。それができるのも素材を選ばずシミになりにくいフッ素系の防虫スプレーのおかげでもあるんです。あともう一個フッ素系の特徴として、発油性、つまり油を弾く性質があるということ。これもシリコン製にはない特徴で、水分以外の油系の泥汚れなどにも効果を発揮するので、特にお気に入りのパンツやスニーカーがあるなら、防水だけでなく汚れ対策のためにもこの防水スプレーするべきなんです。梅雨の時は思っている以上に衣服や靴にダメージがいくので、今のうちからケアをしておきましょう。消臭機能付き、繰り返し使える除湿剤。もう品名のまんま繰り返し使える大変コスパのいい除湿剤です。これからの梅雨の時期や衣替えの時期なんかに激推ししたいアイテムで、使ったら数ヶ月で交換する必要がある一般的な除湿剤とは違って、無印とは使った後に陰干しをすればまた使えてしまう優れもの。一応3年経ったら新しいものと取り替えるよう促されてはいますが、3年って忘れそうなくらい長持ちです。この除湿剤、上の方に穴が開いていて、こんな風にハンガーにかけて使うこともできちゃうんです。衣装ケースの中に入れるときは衣類の上に乗せるだけで OK。 これ消臭機能もついているので、シューズボックスの中でも大活躍間違いなしなんです。湿気が増えるとカビや黄ばみ、虫の発生にもつながると言われているので、この時期は特にこのケア必要です。お気に入りの服や靴の近くには忘れずにセットしたいですね。防ダニスプレー空間用。ダニが一番増える時期って皆さんいつだか知っていますか？そう、この梅雨の時期なんです。この時期爆発的に増えるので早めの対策が必要なんですが、そんな時は無印のこれです。防ダニ系のスプレーって直接布団やソファーに吹きかけるものが多く、しかも香りがついているものが多いので、その辺気にする方も多いんじゃないでしょうか。その点、この無印のスプレーは対象物にスプレーをするのではなく、空間にスプレーをするだけで部屋中に効果が現れる魔法のスプレーなんです。こんなんで効いているのかと思うかもですが、さっきと同じアース薬製造なので、もうこの辺は割愛します。今回の無印のは6畳用で、部屋の四隅にシュッてするだけで OK。 最初本当にこれだけでこんな長い間持つのって半信半疑だったんですが、私個人の感想としてはかなり平和な毎日が保たれています。これからの時期は無印でスマートに防ダニ対策しましょう。ここからが新商品の食品のご紹介。気が重くなりがちなこの梅雨の時期を爽やかに過ごせる商品たちです。素材を生かしたアイス、チョコミント。素材を生かしたアイスシリーズの新商品。 SNS なんかでもちょっと話題になっているのか、私の近所のお店完売していました。最初の方はジャージー牛乳とか抹茶とかマンゴー、酒粕のような単一素材を生かしたものが多かったんですが、最近では季節限定で桜餅風味のような味も出ていたり、ちょっと攻めてきたなって思っていました。そんな中、無印のチョコミント、結論らしいなって思った仕上がりでした。まずこれ、種類別がアイスクリームです。これ何気にかなり希少価値高いです。業務用では見たことあるんですが、
市販用のチョコミントで種類別アイスクリーム、私多分見たことないです。別にラクトアイスやアイスミルクが悪いというつもりはなくって、さっぱりさが出る分フレーバーによってはラクトなんかの方が風味がいい場合あるんですが、何が言いたいかというと、この無印のチョコミント、今までのチョコミントアイスとは毛色が違うんです。まずベースのアイスがやたらうまいです。もうこれだけで満足しちゃいそうなほど。乳脂肪分 8.4% と無脂乳固形分が 8.1% とパルムより少し高いくらいのミルク感で、舌触りミルクのコク抜群です。で、肝心のチョコミント感ですが、控えめの部類に入るでしょう。まあ無印なのでそこまでバチバチに香る感じにはしてこないとは思っていましたが、牛乳の風味も生かしつつ、そこにチョコミントのフレーバーを軽く添えたような品のいいお味に仕上がっています。私のイメージ、ホテルのラウンジとかでチョコミントアイス頼んだらこんな感じのが出てくる気がします。チョコミントバチバチ派の人は多分好きな味じゃないだろうことは一応触れておきますが、これはこれで完成度高いと私は思います。適度な爽快感とアイスの濃厚なコクはまた違ったチョコミントの世界を見せてくれるはずです。グミのレモネード味とクラフトコーラ味。この手の単一フレーバーのグミ、無印では珍しいです。昨今グミブームが来ていて、それに乗じたかどうかは分かりませんが、結論これもらしいグミです。レモネードは瀬戸内産のレモン果汁とレモンピールに蜂蜜を合わせてレモネード風に仕上げた、ちょっと一手間加えた味展開。硬さはむっちり適度な弾力で、レモネードというか蜂蜜レモンみたいな風味です。ピールのかすかなほろ苦さがグッド。クラフトコーラの方は原材料にしっかりとシナモンやカルダモンといったスパイス単体の記載があるように、スパイスの風味をしっかりと感じる、まさにクラフトコーラの味。コーラ味のグミもともと人気ですけど、これは面白いアプローチです。スーパーやコンビニなんかにある NB メーカーもクラフトコーラ味のグミ出してはいましたが、無印の方がスパイスの風味ははっきりしています。これ大人の味って感じで美味しいです。心なしか甘さも控えめでした。最近のグミ、パッケージに集中力アップとか集中したい時にみたいな明らかにビジネス需要に向けた文言が目立つんですよね。噛むことで頭の血流が促進されて、脳へ酸素や栄養の供給が向上するらしく、私も勤務中に食べること増えてきたんですが、グミイコールただのおやつだと思っていると損しますよ。無印含めグミ売り場要チェックです。はい、今回最後が肌のことを考えて作ったゼリー、羊羹白桃りんご。形状を含めてこの夏の新商品、スパウトパウチ状の出先でも食べやすい形状の健康要素を謳ったゼリーで、フレーバーごとに特化している栄養素がちょっとずつ違うのがユニークなところ。羊羹は愛媛県産の羊羹果汁を使っていて、1日分のビタミン C100mg を配合。スパウトなので形状的には細かめにクラッシュされていて、吸い上げるにもしんどくない硬さです。少し甘みが強めな甘酸っぱさのある味でした。白桃は国産の白桃ピューレを使っていて、お米由来の乳酸菌500億個が入ったなんだかすごそうなゼリー。このお米由来というのがポイントで、こういった植物性乳酸菌は一般的な動物性の乳酸菌と比べると生きたまま腸に届きやすいという性質を持っていたりします。桃の香りがふわっと感じられて、3つの中ではまだ甘さが控えめな方。後味の甘さの余韻も短めなので、甘々な感じが苦手ならこの白桃をおすすめします。3つ目のりんご味には1食分の食物繊維を配合しているので、その辺気にする方には嬉しい商品。青森県産のすりおろしりんごを使っていて、ほんの少しのザラッと感もあります。余韻長めの結構甘めの味なので、しっかり冷やした方が
余計な甘みを感じずに済みそうです。3つ通してこのスパウトタイプが便利ですね。スプーン不要で場所やシーンを選ばず楽しめますし、たとえゴロゴロしながら食べてもビタミンや植物性乳酸菌、食物繊維を気軽に摂れるのは何気に嬉しいアイテムです。ちょっとした小腹満たしにもぜひ。はい、いかがでしたでしょうか。ジメジメするし、お出かけする気にもなれないし、悶々とした日が続くこの梅雨の時期ですが、少しでも事前の用意をして快適に過ごしたもん勝ちです。湿度と温度が高い日のことを不快日っていうらしいんですが、東京ではこの不快日が年間でなんと30日もあるそうです。1ヶ月嫌だなーって過ごすか、もう快適快適と思いながら過ごすかで人生の幸福度が違ってくるはずですし、一度覚えれば来年も基本同じ方法で OK なので、今までサボってきた方、今年はちょっとでもいいので何か一つ取り組んでみましょう。お買い物の参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは普段は成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめの商品や百貨店グルメなど食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。また、インスタグラムや Yahoo エキスパート、最近ではボイシーでも情報を発信しているので、どちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。